皆さんごきげんよう、仏教という組織の具体的な在り方についてお話を続けています。自分自身の強い心の苦しみを消したいと、それを一番の人生の願いとして、目標に設定している人たちが集まって、島社会、つまり一般の社会の価値観とは違う価値観を持つ人たちが集まって作る独自の組織ですね。これを形成し、そして言ってみれば修行三昧、朝から晩まで自分の一番好きなことをやり続けるという夢を叶える、そういう組織を作るわけですが、その副作用というのか、不可抗力的な欠陥というのか、それが現れてまいります。それは何かというと、その組織自体を運営し維持していくための生産活動ができないということなんですね。生産活動に全力を投入しますと、本来の目的である自分たちの生きがい追求のその生活は成り立たない。で一方、その生きがい追求の生活に没頭すれば生産活動ができない。でこのジレンマを乗り越えるための、お釈迦様のアイデア方策ですね、それが、自分たち自身の欲望をできるだけ抑えて、言ってみれば質素な生活をしながら、世間に頭を下げて、そこからの生産物の余剰な部分、つまりいらない部分、余った部分をいただいて回るという、こういう生活の方法をお考えになったわけです。でこれを、日本ではこれを托発と言いますね。でインドでは本来は托発という言葉はないんですね。本来はこれは骨食、昔の言葉で言うと古事記という、食を乞うという字ですが、あれを骨食と呼びまして、皆さんから一般の人たちからご飯をもらって歩くという、そういう生活が、仏教島社会の基本的な、生計の立て方として制定されるわけなんですね。従いまして、それを一言で言いますと、この一番上に書きましたが、一般社会に依存する出家相談と、出家相談というのがその仏教独自の島社会を呼ぶ時のごく普通の呼び方ですね。出家相談、インド語ではサンガと言いますけれども、分かりやすくここでは出家相談という単語を使っておきます。で一般社会に依存する出家相談というものがここに登場するのですが、しかしこれも考えてみれば、何もこちら側からは与えることなく、一方的に一般社会から、ご飯をいただくというわけですから、これだけでも随分虫のいい話なんですね。それでその出家相談が一般社会からもらって歩く、もらうもの、言ってみれば一般社会から言えばあげるもの、これのことを伏せと言います。これを伏せと言います。そしてそのあげる行為も伏せと言います。ですから一般の人々は、毎朝鉢を持ってやってくる仏教のお坊様たちに伏せをするわけです。今だとね、現代の日本だと伏せっていうと半紙に包んだお金のことを意味するように思いますけれども、そうではなくて、本来的に伏せというのはそのお坊様たちに差し上げるご飯やその他の日用品のもの、物品ですね、食品物品、そういうものを伏せというんです。それを伏せする。でお坊さんたちはそれを毎朝その伏せをもらって、そしてそれで命をつないでいくという、こういう構図になってるんですが、この不正をもらうということだけを考えても、一般の人から見れば、何もしない人になんで不正しなくちゃいけないんだという思いが出てくるのは当然のことなんですね。これはもう時代を超えてどんな社会でもそう思うでしょう。しかしそれでも仏教相談はその人たちからお布施をいただくわけですから、何らかの形で、自分たちの何かをその何て言うかな、代償というのか、その分の見返りというものが必要になってきます。でしかし、出家相談の人たちは財産ありませんわね。そういうものを置いて出てくるわけですから、財産のない
まあ言ってみれば門なしなんですよ。でその門なしの人たちが一体何をお布施の見返りとして一般の人々に差し出すことができるのかというこういう問題になってくる。本当に難しいですね。仏教集団がこの世の中で、維持されていくための条件とは考えれば考えるほどいろんな要素が出てきて、次々クリアしなければいけない問題が出てくるわけなんですね。実を言いますとこれ同じ問題が今の日本にも、当てはまります。日本だけじゃありません。今の世界に当てはまります。何のことかと言いますと、今の現代社会においてもですね、生産活動とは別の全く違う価値観で生きたいと願う人たちの組織はいくらでもあるんです。私の生きがいはこれなんだと。それは一般の人たちが普通に考えている当たり前だと思っている仕事をして、その報酬を得て、そしてそれで、より良いコンフォータブルな生活を作り上げていくのではなくって、私が望む人生の目標は全然そういうところにはないんだと言って、全く別の価値観で生きている人たちが集まっている社会っていうのはいくらでもあるんですね。でその社会は皆仏教と同じで自己生産能力を持たない、つまり自活できない立場にあります。これはまたゆっくりお話ししたいんですが、具体的に一つだけ代表例を挙げますと、これはね科学者、純粋科学のね、宇宙の真理を探求する科学者とか、あるいはもっと言いますと実は政治家もそうです。政治家の世界というのもあれは金儲けのためにみんなやってるわけでもないし、政治家になってその政治資金で会社立ち上げようとかそんな思ってるわけではない。その人たちはお金を儲けるという一般の活動とは違う価値観、つまりかっこよく言えばですね、私が属しているこの組織の全ての人々に平和と安穏を与えたいという崇高な理念を持って政治をしているわけですから、これは実は生産活動をしないで生きがいに人生をかけている人たちの集団なんですね、政治家集団。でこのように見ていきますとですね、私ここで仏教の話を個別にお話をしていますけれども、よくよく考えるとその話はいくらでも一般化できて、そして今の時代に多くのさまざまな組織の中に当てはまる一般則についてお話をしているんだというふうに理解してもらってもいいんですね。でそれでですね、話を戻しますと、その、生産能力のない者たちが、お布施をもらうと。これは科学者ならば科学研究費であります。そして大学の教員の給料であります。政治家ならば、その政治の活動資金であります。これ全部税金ですよね。そのように、一般社会からのお布施によって活動を支えてもらおうとする場合に、その見返りは何なんだと。これ仏教の相談も今の現代のさまざまなその他の組織も皆同じく背負っている課題なんですね。それで仏教の取った方策を今からここでご紹介いたしますが、それをここに、書いておきましたですね。養ってもらうんですからね、そういう組織は養ってもらうための条件というものがここに3つ挙げておきました。まず世間的欲望の放棄、仏教の場合ね、世間的欲望の放棄、つまり一般の人たちが楽しいな嬉しいなと言って喜んでいるようなことをお坊さんも一緒になって楽しいな嬉しいなと喜んでいたのならば、なぜあなたたちにお布施しなくちゃいけないんですかって話になるんです。私たちと同じ喜びを味わいたいというならば働きなさいよと、自分で仕事しなさいよと。我々はちゃんと仕事もして、今の時代だったら仕事もして税金も払っていろいろ辛い目にも遭いながら一生懸命稼いだお金でこうやって楽しくなんていうかな、愉快な人生を送ってるんです。それをあなたたちは私たちからもらったお布施で同じような生活してたらこれは割り合わないでしょうという話になります。当然ですね。ですから、この僧侶の人たちは世間的欲望の放棄ということが、義務付けられます。
でこれは実はちっとも悪いことじゃないし、お坊様たちにとっても当たり前のことなんです。なぜならば世間的欲望を放棄して、そして出家修行という道に進みたいと願う人たちが、島社会、出家相談作ってるんだから、これはお坊様たちから見てもこれは当たり前のことなんで、それはそうですよね、私たちだってそのつもりで出家してるんですということで、これに対して文句を言うお坊さんはいないわけです。もし文句言うお坊さんがいて、私は皆さん方と同じような楽しみもしたいし遊びたいし豪華な暮らしをしたいと願うんだったら、それはいくらなんでも虫が良すぎる。だからお坊さんはおやめくださいという話になってくるわけですが、当然それを一般の人たちも、それからお坊様たちも承知の上で、このような世間的欲望の放棄ということを、言うわけですね。例えばお坊様の規則としてね、こんなあります。乗り物に乗ってはいけないという規則があるんですね。他の人たちはみんな昔ですから牛の引く車とか馬車とかそういうものに乗って遠距離は楽に移動したんですが、お坊さんは必ず徒歩で歩かなくちゃいけない。自分の乗り物なんて持つのはとんでもない話だということになるわけなんですね。それからお酒も飲んではいけないとか、あるいは、もちろん結婚もしてはいけませんし、衣は、着るものは例の黄色いお坊さんの体に巻いてる衣ありますね。あれしか着てはいけないんですよ。あれ以外の普通の人たちが、一般の人たちが綺麗だと思ってる着物は着てはいけないわけです。ですからそれ以外の衣を着て行くわけにいかない。ですから例えばスリランカや東南アジアのお坊様たちが日本へ来た時も、衣は同じ衣着てますね。黄色い衣着て歩いてますでしょ。お坊様たち日本へ来たから急に背広着ますなんて話は絶対に許されないので、そういった一般の人たちならばこうしたいああしたいと思うような欲望を全て抑制して暮らすということが条件として課されていくわけです。課されるっていうか、自分たちでその条件を自分たちに課したんですね、お釈迦様がね。それから2番目、誠実な修行生活。これは当たり前のことで、修行します、だからお布施をいただきに回っておりますと言って家々を回るわけですから、そのもらったご飯を食べてですね、で本当は修行なんか全然しないでお寺へ帰って遊んで暮らしてるというような生活をしたら、これはもう、一種の宗教詐欺になりますから、僧侶として四六時中24時間正しい修行生活に打ち込むということ、仏教修行者としてのあるべきその行動を取り続けるということが常に要求されます。これはもう言うまでもないことですね。それから3番目が全体として大枠で言いますが、質実端正な暮らしぶり、つまり生活に乱れがないということです。これも大事ですわね。例えば仏教の規則の中にいろんなのあるんですよ。ご飯の食べ方が汚くてはいけない、汚いご飯の食べ方をしてはならないというような規則があるんですね。これなんかも一般の人たちがね、お坊様の立ち居振る舞いを見るわけです。その時にお坊さんなのにあんななんていうか行儀の悪い汚い生活してるんだと思われると、たちまちそれはもうお布施をしたいという気持ちはなくなるわけですね。立派なお坊様だから、立派な方だからお布施をしたいという思いが湧いてくるわけですから、その気持ちをあれですね、なくさせるような、そういう気持ちが、一般の人々を持たなくなるような、そういう行動は厳に慎まなければならないということで、この3つを合わせますと、仏教で修行をする人たちの生活の、規範というものが明確に出てきますね。でこういう規範を、こういう条件を正しくお坊様たちに守ってもらうために、口で言ってもわからない大枠漠然とした言い方で正しく生活しなさいよってお釈迦様がいくらお弟子さんに言ったって、その正しくっていうのはどんなのかはっきりわからない、いろんなお弟子さんがいますからね。それでそのお弟子さんたちに等し並みに等しく同じく端正なるこの3条件を満たす行動をとってもらうために、お釈迦様は、出家相談の中で法律を作りました。この規則を守れと。この規則を守っていればその修行者は世間から見て正しい修行者として認められ、そして、その毎朝の托鉢の
骨敷のお布施をいただけるのであると。それで修行せよとこうおっしゃって、でこの規則のことを仏教では律というんですね。律と言います。なんか単純な単語なんですけども、法律ということです。でこれがもう何百条という規則が決まってるんですね。でこの法律についてもまた詳しくご紹介をしたいと思います。もう一度申し上げますが、今日申し上げている話は決して古代インドの特殊な世界の出家世界の、特殊な事例について言っているのではなくって、これが今現代社会において出家的な組織として成り立っている全ての人たちに当てはまる基本条件なんだということを理解しておいていただきたいと思います。またこれもこの話の続きの中で個別の具体例を申し上げたいと思っています。ではこれで終わります。またお会いしましょう。ごきげんよう。